あ、待って。あ、タイトル変えてね。地震来たのでじゃない。ミスったー。地震じゃない。はい、久しぶりです。これは。本当に久しぶりだね。今回は、無人島っていう、物語をやっていくんだけど、なんかね、この物語は、まあ、やってれば多分わかる。何か一つを持っていくならば、何を持っていくみたいな感じだったわ。思い出した。ということで今日は、無人島やっていきたいと思います。んこの音は海辺。ああ、そうか。仕事が激務できつすぎたので、やけくそで無断欠勤。本来ならお盆休みで夏季休暇だというのに。出社で嫌気がさしてんだ。それで使う暇がなかった1年分の給料を使って旅行に出たんだ。すげえなこいつ。そしたら旅の途中で船が嵐にあった。どんな偶然。手は動く。足も動く。よかった、立ち上がれる。体に別状はなさそうだ。こうして生きて地上に流れ着いている。まだ運が良かったと思うべきだろうか。こんな危険、こんな危機的状況にもかかわらず、会社を休んだ理由をどう説明しようかと頭を悩ませている自分が悲しい。とりあえず浜辺から場所を変えよう。そう思って立ち上がるものの、周囲は闇。少なくとも人工的な明かりは一つも見えない。嫌な予感しかしない。これ映画とかでよくある無人島に漂流じゃないか。ひとまず岩陰に風をそそ、もぐ、注ぐ、これなんて読むの。まあ、いっか。注ぐようにして座る。暗くて怖いし、とても探索できる気がしない。朝までじっとしていよう。31歳にもなって、明るい朝が待ち遠しいなんて、こんな気持ちは子供の時以来かもしれない。夜空綺麗だな。目を閉じるものも怖いので、空を見上げてみる。ここが本当の無人島だったらどうしよう。どう生きていこう。どう脱出しよう。不安は尽きない。取り留めなく考える中、俺はふとよく耳にするあの質問を思い出していた。無人島に何か一つ持っていくとしたら。何か持っていくものとしたらでしょう。数ミ。数ミ。考えはまとまらないな。本当に必要かもうちょっと考えてよ。俺は必要だよ。おい。俺は必要だぞ。喧嘩売ってんのかこいつ。真剣に考えるか。船って大丈夫なのかな。一旦やってみるか。船。島から脱出するための船。イカダを頑張って作る必要もない。島でサバイバルする必要もない。もうこれがあればバッチリでしょう。無人島に何か一つ持っていくとしたら船かな。決定にするよね。するとちょうど一筋の大きな流れ星が落ち着く。見たことがない鮮やかな緑の星だ。俺はすかさずお願いをしてみる。船。船来んの。船車。いつの間にか寝ていたらしい。気がついたら夜が明けていた。夜を無事に過ごせて、まずはほっと安心。一安心。それから1時間ぐらいだろうか、俺は島を歩き回って絶望していた。もそう、ここは本当に無人島だった。これダメなタイプだじゃない。これ絶対ダメだよね。人も道路も建物も何もない。さほど大きな島でもぐるっと一周して、元の浜辺に戻ってきていた。ただ、びっくりしたことが一つ。昨晩は全く気がつかなかったが、浜辺には船がまびっくりしていた。船といっても、緊急用ゴムボートのようだ。おそらく、俺が嵐にあった船からなんだこれ。外れてきたものだろう。昨晩無人島だったらこれとは考えてたけど、まさか本当にあるだなんて。何にせよラッキーだ。このまま島に残っていてもしょうがない。体力があるうちにすぐ脱出だ。悪くないこれもしかして。航海1日目。無事に大海へと漕ぎ出した。
島から離れるように出発したものの、現在位置がわからない。アングモって言うんだっけ？これなんて言うの？漢字できる方、この字わかるお方。これわかる。あ、いいや。よし、飛ばすか。ちなみにこれなんて書いてあるんだろう。アングモでいっか。アングモだ、アングモ。航海に2日目。まずい。完全に漂流している。島の一つも見つからない。冷静に考えると水や食料の備えもない。まあ、なんでこんな準備不足で出発してしまったのか。航海3日目。喉の上が苦しくなってきた。添え付けのオールも漕いでもいいが、進むあてもないので意味がない。じっとして体力を温存している方がマシだろう。航海4日目。一滴でもいい雨を降ってくれ。屈辱的だが、自らの尿ですら貴重な水分である。決して捨てないように手で受けては飲む。なんか想像するだけでも嫌だわ。これ死んだくない？航海5日目。今度はものすごい嵐だ。雨水が飲めて嬉しいけど、言っている場合ではない。それよりも何より流されてしまいそうだ。恐ろしい高さの波が何度も何度も押し寄せてくる。まるで俺を島から逃がさないようにしているようだ。6日目、7日目、8日目。そこまで生きたの？あ、死んだやろな、これ。航海9日目、そんな言ったの？島だ。おお、島だ。やった、陸地だ。残りわずかな体力を振り絞り、俺はオールを漕ぎ続けた。そしてどうにか陸地までたどり着いた。これ同じ場所じゃない？見覚えのある島だ。同じじゃねえかよ。何日も漂流してきたのに元の島に戻ってただけ？おいおい冗談だと言ってくれ。船があっても脱出できなかったなんて、もう体力も限界だ。誰か助けて、もう腕も足も動かない。このままずっと目が覚めなければ、一番楽でもいいかもしれないな。いいじゃん。出社しなくていいんだよ、主人公。何もしなくていい。お前もそこにいろよ。準備もろくにせず焦って出発してのが良くなった。もっと島を探索して食料でも確保していけばよかったか。でもどの道進むあてもないので、この島に戻ってくるだけか。終わった。こっから考える必要があんのか。こっから考えるのね。マジ？よーし、考えるか。プロローグ5からってさ、5からってこれ保存できたってこと？あ、ここでいけんのか。無人島に何か一つを持っていくとしたら。よーし、何持ってこう。無人島に。しっかりだと食料だよ。食料があって困ることははずない。長持ちする保存食だと便利だろう。缶が開けられないなんてことはない。最近の保存食はプルトップらしい。プルトップって何？プルトップとは何ですか？無人島に何か一つ持っていくとしたら保存食かな。もう保存食でいいよ。鈴町で一筋の大きな流れ星がつく。で、ここ多分ね、食料の部分でしょ？しかもご丁寧に、ただびっくりしたことが一つ。昨晩全く気づかなかったが、浜辺には食料が漂着していた。しかもご丁寧に缶に入った保存食だ。誰かいるだろ、これ。昨晩無人島だったらこれ、とは考えていたけど、まさか本当にあるだなんて。何にせよラッキーだ。しばらくは食料に困らないだろう。飲み水も確保しておきたい。よし、今のうちに島をもっと入念に探索してみよう。頑張れ。海を、海を背にして海辺を抜けるとすぐに森。当然誰も手に入れることはないんだろう。まるで、樹海のように植物が、日中だというのにやや薄暗い。特に水は見つからない。食べられそうな植物や生き物も特に見つからない。今回または今回たまたま保存食を手に入れたものの、いつか尽きてしまうだろう。このまま水や食料を確保できないままだとまずい。何それ？洞窟を発見。薄暗い森の中のさらに暗い洞窟。これは
これは明かりがないととても入れそうにない。いつもライト代わりに使っているスマホは持ってないんだった。結局洞窟には入れず、島をしばらく探索していたが、これといった収穫はなかった。これから結構な時間が経過していたのだろう。疲れ果てて浜辺に戻ってくると、もう夜になっていた。食料が散らばっている。散らばっているって何？よく見ると保存食の缶が開けられている。中身もしっかり食べられている。なんで置いてったんだよ。持ってけよ。野生の動物なら開けるはずないだろうし、こんな状態にはならないのだろう。人が？この島人間がいるのだろうか？絶叫のようなけたましい鳴き声のようなものが聞こえ、それとほぼ同時に体に重い衝撃が走った。何か石のようなもので殴られた？唐突に直感が動いた。これは死ぬ。殺される。いや、実はもう死んでいるのかもしれない。体は思うように動かないし、意識がはっきりしない。誰か助けて。もう腕も足も動かない。このままずっと目が覚めなければ一番楽でいいかもしれないな。これが一緒かな？いや、違うわ。生と死の、生きとしか？生きと死の境界線。薄れていく意識の中でぼんやりと考えていた。なんか以前にもこんなことがあったような気がする。俺、何回も殺されていないか？何かに遭遇したら、何かに遭遇したら必ず殺される。ナイフのような武器があればまだ戦えるのだろうか。なるほどね。オッケー、わかったわかったわかった。俺は一体誰に何を殺されたのか。それだけが心残りだ。はい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 。なるほどね。なるほどね。オッケー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 。わかった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 。だから、次が、これナイフになるってことか。オッケーオッケー。こうなるんでしょ？こういうことでしょ？ナイフ、サバイバル生活で欠かせない、罵るアイテム。動物の狩り、植物採取、調理、三、髪の毛切るか？応用の幅は広い。あれば確実に使い道はあるだろうな。無人島に何か一つ持っていくとしたらナイフかな。これで決定で、これでどうだよ。全手撃で男に肩や胸を殴打されてしまったが、こちらが抵抗して振り回したナイフはたまたま男の胸筋にキスされた。み、ミサ。俺の友達のこと？許してくれ。男はそう言い残して行きたいと。正当防衛とはいえ人を殺してしまった。彼の最後の最後、正気だったろうが、ミサという女性なんだ。女性に何か言い残していたようだった。もしその女性がここにいたならば、彼も狂わずに済んで話が変わったのかもしれない。だが何も考えてももう遅い。彼は亡くなった。人を殺してしまったのに死なずに済んだ安静感もあり、複雑な心境だった。冷静になったところで、俺は男の死体を見てピンときた。ずっと島に住んでいたと思われるボロボロの風光。もしかしたら先住民ではないだろうか。つまり、長期的に過ごせる水や食料がこの島にはあるということではないだろうか。洞窟にあるってことか。オッケーオッケーオッケー、わかった。俺の考えは当たっていた。翌日森の洞窟に入ってみたところ、奥には男の拠点と思われる小屋があった。そしてそこには湧き水と果実のような木もあった。栽培されていた実は絶やさないように、雨が降れば水を溜めるように、資源は無駄にしないように。空をしながら生き延び続けた。そしてちょうど1ヶ月が経った頃、たまたま島の近くに船が通りかかり、俺は無事に救助された。島から帰還して数ヶ月後、俺は働いていた会社員を辞めた。学生時代はゲームクリエイターになるという夢もあったが、ゲーム会社らは内定がもらえなかった。ひとまず就職はしないと世間的にダメだろうと、寸前とした理由でシステムエンジニアとして就職していた。仕事はあまりにも忙しく、いつしかゲームを作る夢を忘れてしまった。ただ今回無人島サバイバル体験をした。正当防衛とは人はやめてしまった。どれもが衝撃的で色の濃い体験だった。
それらと比較すると、俺が今まで、いや、漢字が知らん、漢字知らん、漢字知らん。何それ、何それ。まあまあ、露骨ってことでいっか。露骨していた転職は全く、全く大したことのないものにも思えた。やらない理由がない。いつ人は事故に巻き込まれるかはわかんない。結論、いつ死ぬかはわからない。やれる時にやりたいことをやるべきではないか。だから俺は強い意志を持って改めてゲーム会社の採用面接へと来ている。採用されているかはわからないが、やりたいことに立ち向かうのは楽しい。面接官の方が言った。では、鈴木さん、続いての質問なんですが、はい。無人島に何か一つ持っていくとしたら？俺は思わず、微笑みを浮かべた。就活エンドか。これがエンドね。オッケーオッケーオッケー。ありがとうございます。お世話じゃない。ありがとうございます。交換はあった？ Thank you for playing, プレイしてくれる。こちらこそ、こちらこそ。次がスマホやったら多分ね、全部が完了すると思う。英語で書いた方がいいか。そっちの方が早いです。よし、これでいこう。だるいな、これ。言い方。いきます。スマートフォン。考えがまとまらないな。この主人公英語わかんねえよ。スマートフォンだったらいけんのかな？ヘイ、いけ。しっかりスマホになってくれた。スマホになるんだ。島の外へ連絡するための手段。ライト代わりにもなるだろうし、いろいろアプリが使えるのも便利かも。ただ電波が入るかは難しいだろう。無人島に何か一つ持ってきたスマホかな。スマホは持ってる。ライトアプリを使えば。よし、ばっちりだ。点灯するぞ。スマホのライトを頼りに洞窟へ足を踏み入れた。洞窟の中は真っ暗。ライトがなければ何も見えないだろう。空気は外よりもひんやりとしており、思っていたより、湿気は少ない。住処にするにはいいかもしれないな。さらに奥を進み続ける。歩み進める。おっと、何かあるぞ。そこにはまさに、誰かが住んでいそうな拠点があった。言い方は悪いが、不老者が作った小屋のようだ。布団のように敷き詰められていた草。さ、ごめん、机のように平べったい石。石の上には、鉄器が置いてあった。昔ここに人がいたのか、それとも今もいるのか。早速確認してみよう。何々？ 1999 年8月15日、妻との新婚旅行中に、船が嵐に襲った。妻とは生き別れてしまい、私だけこの島に漂着した。1999年か。現在が2019年なので、ちょうど20年前だ。妻ということは、この鉄器は書いてあるのは男性だろう。漂着してから10日が経過した。幸いにもこの洞窟の先に水間も発見された。不思議と欲しいと願っていた果物も手に入った。これをうまく栽培しようと思う。水場、果物、やったぞ。水と食料が確保できるかもしれない。漂着してから約半年が経過した。果物の栽培も林道に乗り、最低限の水と食料には困らなかった。私はここを楽園と名付けることにした。楽園か。今も残っているといいのだが。早速楽園確認してみよう。あとは流し見るようにパラパラと鉄器をめくると、気になる記述が出てきた。自殺してもまだ漂着した日に戻る。長く生き残っても最後は当然、寿命で死ぬ。そしてまた戻る。この島は何かがおかしい。私は漂着した日から何度も何度も同じ日々をやり直している気がする。人間は10日前後、誰とも会話をしないと気が狂うらしい。もちろん個人差はあるらしいが、孤独が続き、私も狂ってくるだけかもしれない。
以降は白紙のページが続いた。文字を書ける状態ではなかったのだろうか。しかし、同じ日々をやり直しているということは、どういうことか。それはそのまま、そういう意味なのだろうか。まあ、気にしてもしょうがない。この先にあるという楽園の確認が、先決、先、先決だ。俺は小屋を後にして、さらに洞窟の奥へ進んだ。少し進むと、徐々に洞窟が明るくなってきた。洞窟としては行き止まりのようだが、天井からは外の光が差し込んで、どこが神秘的だ。光の下には果物の木があり、そのすぐ横には湧き水が流れていた。やった。これがてっきりもあった楽園だろう。久しぶりの水と食事に思わず飛びついた。欲望のままに飲み食いをした後、軽く眠気に覆われたので休憩。水と食料があるというだけで大きな安心感。張り詰めていた緊張感はかなり少んだ。うとうとしていると奥から男が走ってきた。男、人？絶叫のようなけたたましい鳴き声を発しながら男はすごい勢いで突っ込んできて俺を殴りつけた。頭に重い衝撃が走る。唐突に直感が働いた。これは死ぬ。殺される。いや、実はもう、これも読んだな。これも読んだね。俺、あの男に何回も殺されていないか？え死をループしてんのかな？遭遇したら必ず殺される。奴を殺すことができれば話が変わったかもしれない。ナイフのような武器があれば、また戦えたか？ただ寝ていることが、画面にはちょうどアドレス帳が映っていたようだ。白衣。白いタイプ。仲間もここにいてくれれば頼りになっただろう。でも今更どうしようもない。ちょっとメモするか。僕のメモ帳が登場します。大きい。なんとか、今更いてもどうしようもない。男の日記が本当なら俺はまだ漂着しやり直せるはず。理屈はわからないが、もしも流れ星の夜になったら、仲間もお願いしてみるのもいいかな。無人島に一つでもつくものだけでなく、人だったら別に構わないんだろう。人にしてみるか。木村健太。俺の数少ない友人なり、親友でも、きっとケンちゃんがここにいたら頼りにもなるし、楽しいはず。無人島に何か一つ持ってくるものとしたら木村健太かな。いや、ちょっと待って、本当にケンちゃんはここに呼ぶのか？自分の人生に巻き込む勇気はあるが、無事に帰れなくなるかもしれない。少なくとも過酷な状況に追い込むだろう。大体俺が勝手に仲がいいと思ってるが、本当にそうかどうかは確かめたことがない。ケンちゃんは何とも思っていないかもしれない。もし全然物語じゃない。親友でも友人とすら思ってない奴に、一方的にこんな島に呼びつけられたら、たまったもんではないんだろう。それでも本当に行くだけ、いや、来い来い来い。人が倒れていた。なんと友人でも親友でもある木村健太だ。ケンちゃんは言った。応急処置してくれてサンキューな。下手すりゃそのまま亡くなったかもしれん。いやいや、それシャレにならんって。とにかく無事でよかった。ケンちゃん続けて言った。お前が無断欠勤して旅行に出るってのは聞いてたからさ、旅行中にサプライズしてみようと思って、こっそり同じ船に乗ってたんだけど、大変なことになっちまったな。そうだったのか。ある意味サプライズは成功してるけどね。仲間がケンちゃんがここにいてくれて心強いよ。しばらくケンちゃんが言った。とりあえず現状を把握すっか。自分の目でもここが本当に無人島なのかは知りたい。一旦二手に分かれてそれぞれ島を探索しないか。俺はケンちゃんの意見に賛成して別れた。何やらケンちゃんが男とも揉めている？いや、戦っている？絶叫のような汚ましい鳴き声を発しており、明らかにまともなような人はない。どう見ても味方はないし、公明の様子も、待ってごめん。私は男に気づかれないように背後へ回る。男は尖った石を武器にしているようだ。こんなもので殴られたらひとたまりもない。俺は目が夢中で背後から男に飛びつき押し倒した。すかさずケンちゃんは男の手から石を奪う。
ケンちゃんはすでに男に殴られたようで出血をしていた。少し冷静ではなく、カッとなっている部分があったのだろう。石で男を殴りつけた。一発、二発、三発、四発。めっちゃ殴るやん。それ以上やるとまずいじゃん。ケンちゃんははっと冷静になって手を止めた。待って。男が去って一安心。どうにか無事でよかったね。殺しはしたくないしな。止めてくれてありがとう。あのまま一人でも危なかったろうし、助かったよ。ただ、この後、もしあいつが復讐で戻ってきたら嫌だな。それは確かに。また襲われていることを考えると、ちょっと怖くなる。ケンちゃんは言った。まあ、奴も怪我してるし、おっかに追ってくることはないんだろう。襲ってくることはないだろう。そういうケンちゃん、怪我は大丈夫なの？ちょっと血は出てるけどな。かすっ、かすった手だし、全然大丈夫だよ。大事に至らないようでよかった。その後、二人で交互に見張りを続けながら寝た。こん今日の探索、今日の探索はケンちゃんの方も特に成果はなかったらしい。明日は俺が見つけた洞窟に入ってみることになった。男に襲われていることが衝撃的すぎて忘れているが、我々はまだ水や食料が確保できていないのだ。どうにかしないとまずい。翌日また森の洞窟にやってきた。もし男に襲われても大丈夫なよ。二人一緒に行動している。やはり明かりがないととても入れそうにない。ケンちゃん何か明かりとか持ってない？実はこんな便利グッズあってだな。ケンちゃんポケットからライターを取り出した。絶対タバコ吸ってるだろ。安いライターだからすぐ使えなくなりそうだけどな。そう言いながら火をつけて洞窟に足を踏み入れた。洞窟の中は真っ暗。日の明かりがなければ何も見えないのだろう。空気は外よりもひんやりしており、思っていたより湿気が少ない。住処にするにもいいかもしれないな。さらに奥に歩み始める。何かあったぞ。ケンちゃんが指さした先には、まさに誰かが住んでいそうな拠点があった。言い方は悪いが、これも一緒だね。もっと違うものに目が襲われた。例の男がこちらを警戒して身構えていたのである。俺たちは別に何もしねえぞ。ケンちゃんが危害を加えないようアピールをする。ところが男はそう冷静ではなかった。俺たちが殺しに追ってきたとだと思ってる。ケンちゃんにやられた怪我で完全に動けない状態。絶対絶命の男が取った行動は自害だった。当然の出来事に断然としたが、島での脅威が一つ消えたことによる安長感もあり、人が死んだという複雑な心境だった。男から楽園を公約しような形になってしまったが、我々は素直に水と食料の確保を喜ぶことにした。栽培されていた植物を倒せないように、雨が降れば水を溜めるように、資源は無駄にしないように、工夫しながら生き延び続けた。それから何日、何ヶ月。いや、もう何年か経ったんだろう。この長い年月の間、ささないトラブルもあったし、もちろん喧嘩もした。助け合えず、一人で生きようとして、決別した期間もあった。それでもしばらくするとお互いに仲直りした。一人でいると孤独で発狂死した男のことが今でも鮮明に思い出されるからだ。現代社会に仕事に追われている間も考えもしなかった。人間は一人で生きられないとか言うけれど、何を綺麗事言ってんだと、どこか馬鹿にしていた。ただ、今、無人島という極限状態にあって思う。実際に行動して助け合うとか、手を差し伸べるとか、そういう話だけではないのだと。存在として、ただ、そこにいてくれるだけで俺は助けられている。目に見えないところでフォローし合っている。お互いに狂わずに住んでいる。人として生きられている。助けは特に来ないままさらに何十年と経過した。寿命でケンちゃんが先に亡くなった。ずっと支え合ってきた相棒が消えたショックは大きく、俺を見る見る癒着した。死も近い。ふとケンちゃんと幾度となく異論になった件を思い出す。発狂男の日記に書いてあった。死んでもまた漂流した日に戻るというやつだ。結論も出ず、真意は不明のままだ。だけど、鉄器に置いてあったことが本当なら、俺はまだ漂着したことからやり直せるはずだ。はっきり言うと全く嬉しくない。漂着した当時はもちろん帰りたいと思っていた。だけど、ケンちゃんと何十年とこの島で過ごし、それなりに幸せな暮らしだと思っている。
今の人生に特に未練はない。戻らず、まっとうに死なせてほしいとすら思う。もしも戻ってしまった場合、漂着した時点に時間が来るわけで、おそらく俺がこれまで過ごしてきた記憶もすべてなかったことになるのだろう。するとまた同じような流れ星が来て、俺は何も言わず、何も考えておらず、また、ケンちゃんにいてほしい、願ってしまったのだろうか。無意識に同じ人生を無意味に何回も繰り返しているなんて、そんな恐ろしい話は勘弁してほしい。ケンちゃんは俺が好意を寄せられた、立場、た、立つに花、あかねさんを島に呼んでいたら何度もアタックできたらいいんじゃねえかと冗談を言ってみた。母、懐かしいや。ああ、もうこのまま目をつむると安らかに眠れそうだ。時間のループなんてないといいな。プロローグからは勘弁してほしい。勘弁しとくから、立ち花あかね。よいしょ。立花あかね聞こうか。野郎だらけのふりした新卒の女の子を偶然ランチを相席してからというもの。俺の頭の中には常に彼女がいる。きっと彼女がここにいたら楽しいだろうな。無人島に何か一つ持ってきたら、立花あかねさんかな。いやいや、ちょっと待って。本当に彼女をここに呼ぶのか。自分の人生を巻き込む勇気はあるのか。無事に帰れないか。これが、大体一方的に好意を寄せられて呼びつけられたら彼女からしたらたまったものではない。俺は勝手に両思いだという妄想をしているか彼女は何とも思っていないかもしれない。それとも本当に、いやー、これでね、多分ね、完結だと思うから。立花さんは言った。応急処置していただいたようで本当にありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。立花さんが無事で何より良かったですよ。ところで立花さん、なんでここのところに？会社が休暇中じゃないですか。休暇があるなら新人だけって話も聞きましたし、せっかくだから、と旅行に出かけたんです。そしたら船が嵐に遭ってしまいまして。マジですか。多分同じ船に乗ってましたね、それ。好きなこと島で二人きり。妄想の中では最高のシチュエーションだけれど、いざ実際に直面すると根幹する。何を話そうか。いやいや、デートじゃねえぞ、これ。沈黙を破るように立花さんが言った。ここって本当に無人島なんですか？誰がここにいるかもしれません。もっと散策してみませんか？ざっと歩いた限りでは誰もいなかったで。でも、もう一度ちゃんと探してみよっか。水や食料も探したいし。女性を一人にするわけでもない。行かない。俺は立花さんと二人で行動することにした。レオさん、何か明かりとか持ってない？すみません、何も持ってないです。そうだよね。危ないし入れないでおこうか。えこれ鈴木さんもまだ探検してないんですよね。鈴木って言うんだ。何かあるかもしれませんよ。そこにお化け屋敷みたいで面白そうじゃないですか。たくましいな。じゃあ本当にちらっと見るくらいで、やばそうだったらすぐ出るからね。恐る恐る洞窟に入ってみることにする。壁に手をつきながら慎重に歩みを進める。少し進めるともう真っ暗だ。ねえ、立花さん。怖さや恐怖というものは正体がわからないこそ増倍するものだと思うんですよ。ああ、なんかわかります。で、今がまさにそれ。真っ暗、奥に何かわからない。これが熊とかの住居だったら急に飛びかかってきたらどうしようもないです。そうですよね。まだ奥に行く不安で仕方がないんだが。先輩、仕事だと頼りになりますけど、こういう時はちょっと頼りにない感じですね。立花さんが追い打ちをかけるように話す。先輩、奥に行きたくないんですよね。怖いんですよね。そんなことないぞ。何が起きたら助けてくれますか？うん。絶対助けないよ。測定もちろんとは言えない自分がいた。ただ、もし本当に危険があるのなら、奥に行くかどうかを迷っている場合ではない。何かあったらでは遅い。迷わずで、それを一択しかないだろう。ごめん、やっぱりすぐ出よう。奥から絶叫のような汚ましい鳴き声が聞こえてきた。何かやばいだろこれ。慌てて洞窟の出口へと走る。彼女のことを守りたい一心で無意識に手を引いて走っていた。いつものは恥ずかしいからセクハラになるとか、いろいろとしながら感じているところが、今はそんなこと言っていられない。
一緒に洞窟を走り抜け、外へ出た。人、銀行じゃねえわ。入り口だ。入り口の方をすぐさま振り返るが、特に何も出てこない。何か熊でも出てきやしないか警戒をしつつ、我々は静かな洞窟から離れていった。結構な時間が経過したのだろう。浜辺に戻ってくるともう夜になっていた。これという資格もなく、疲れてて浜辺で休憩。ただ彼女と無事に危機を出したからとか、精神的にはとても充実感がある。いわゆる吊り橋効果によるものなのか、ドキドキしっぱなしである。いやいや、デートじゃねえぞ、これ。無人島という極限状態を忘れていたので、お互いにたわいな話を続けていた。実は彼女も自分と同じようにゲームクリエイターの採用試験は受からず、つなぎとして今の会社に就職していたらしい。境遇や経緯がとても似ていた。またお互いにゲームが好きなので、興味や趣味が似ているというものもあるが、好きなゲームはタイトル、社名、キャラ名、BGM 曲など、名称はきっちり覚えておきたいところだが、無駄に細かいこだわりポイントが似ていて、すごく共感できた。あと、年齢は10近くも離れているが、めっちゃ離れてるじゃん。出身の小学校が同じことだったことが判明。話せば話すほど共通点が結構あって、とにかく嬉しかった。立花さんが言った。そういえば、表裏といえばですけど、船の事故で生き別れてしまった岡本夫婦って、夫婦の話知ってます？なんか聞いたことがあるかもな。奥さんの方がよくニュースでインタビュー受けてたやつ？あ、それです。これは確か20年くらい前の話だ。新婚旅行中の岡本さん夫婦を乗せた船が嵐にあって、夫婦と生き別れしてしまったという事故だ。妻の方だけが生きてて戻ってて、夫の探索依頼を出したり何年も頑張っていたけれど、とうとう探索も打ち切られてしまったという悲しい話だ。俺は立花さんに聞き返す。その事故の話がどうかしたの？悲しい話でよく覚えてたので、実は夫の方が今の私たちと同じように、どこかの島で生き延びているといいなぁと思ったんです。そうだね。のんびりとお会話をしていると、絶叫のようなけたましい鳴き声を発しながら、突然奥から男が走ってきた。男？人？髭や髪は伸び放題でボサボサ、服もボロボロ。声からしても明らかにまともな人ではなさそうだ。何にせよ彼女に近づけるわけではいけない。火事場の馬鹿力というやつだろうか。俺は無我夢中で男に飛びかかると、うまいことを倒すことができた。男は尖った石を武器にしていたようだが、それをすかさず手から引っぺかって襲う。そのまま石で男を殴りつけた。一発、二発、三発、四発。それ以上はダメですよ。立花さんが声をかけられ、はっと冷静になって手を止めた。何かあったらでは遅い。彼女がやられて俺は後悔したくない。俺は気がついたら男の頭に向かって石を振り下ろしていた。男はそのまま倒れてピクリとも動かない。正当防衛とはいえ沈黙を破るように立花さんが言った。助けてくれてありがとうございます。向こうから襲いかかってきたんです。これはしょうがないですよ。そうだね。当然の出来事に沈黙としたが、彼女は守れたことがまず良かった。島での脅威が一つ消えたことにより安長感があり、人をやってしまったというのに複雑な心境だった。その後、立花さんは洞窟で聞いた鳴き声はこの男の声だったんじゃないかと推測。また、男がボロボロの風貌だったことから長く島に生活したと推測。つまりは長期間に過ごせる水や食料がこの島にあると考えた。彼女の考えは当たっていた。翌日また森の洞窟に入ってみたところ、奥には男の拠点と思われる小屋があった。そしてそこは湧き水と果物の木もあった。栽培されていた果物を絶やさないように、雨が降れば水を溜めるように、資源は無駄にしないように、工夫しながら生き延び続けた。それから何ヶ月か経ったのだろう。また夜の浜辺でお互いに会話をしていた。そういや別の発狂男はさ、もしかして生き別れっていう岡本さんの夫だったのかな？あ、確かに、島に漂着して、でも島から出られなくて、今もサバイバルを続けたとしたら、結構、辻褄が合いますね。確か、夫が岡本ゆ太郎だよね。妻が岡本なんだっけ？忘れた。私もです。ちょうど妻の名前だけ抜けてしまってます。まあ、
覚えていたところで何かが起こるわけじゃないんだけどさ。ただ、俺と立花さんのように仲間さえいれば、孤独に悩まずあの男を狂わずに済んだのかなって。妻がここにいたらきっと物語変わっていたと思うんだ。それにもしも狂っていたとしても、大好きな妻の顔を見れば一気に正気に戻るんだろうな、と。いいですね。何十年もまたいだ遠距離恋愛。ちょっとロマンチックですね。ね、いいよね。ま、俺も立花さんというそういう関係になりたい。女性との交流が少なかった人生。俺も女性迷惑ゼロだと思っていたけれど、案外こうして普通に会話ができている。島に来てからやりとりはすごく楽しい。こんな極限状態の島でどうこうするんじゃなくて、普段のまあやべ、普段の日常でいろいろとアプローチすべきだった。いや、これがチャンスと思うべきか。ねえ、立花さん。はい。立花さんとは何かと根性の良さをひしひしと感じている。これから俺が何を言いたいのかも察してくれているような気がする。こんな島で言うのもあれだけど、俺は素直に立花さんと一緒にいて楽しいです。こんなに相手を好きに大事に幸せにしてあげたいと思ったことはありませんでした。よかったらお付き合いしてください。うわぁ、言ってしまった。少し間があって立花さんが答えた。はい、こちらこそよろしくお願いします。やったー。まさかこんな幸せを迎えられるとは。いやー、星に立花さんをお願いした効果があったかな。星うん。到着した当日に不思議な流れ星が見たからさ、立花さんにいてほしいと思ったんだよ。と願ったんだよね。そしたら翌日、本当に立花さんがいて驚いたんだよ。それはつまり、この島に私を呼んだのは鈴木さんってこと？そういうことになるのかな。ロマンチックだね。立花さんの音色が変わる。いやいやいや、ロマンチックじゃないよ。こんな何もない島で呼びつけて巻き込むなんて無責任ですし、ひどくないですか？ちょっと話が変わっていきますよ。いや、俺は星に願っただけで、実際に立花さんを呼ぶ効果があったのは不覚なんだよ。もう許せない。聞く耳を持たず、ダメだ。なんかヒートアップしてる。ちょっと、この手に持っている石を置いて。ね、一旦落ち着こうね。これ、終わったわ。これ終わったよ。これ、まずい。反響とか持っていた凶器のして、いつの間にか彼女が持っている。ストップ待ってお願い。ね。ぐわー。女心って難しい。意味深くない？今回のストーリー。一応、全回収かな？一応全回収なはず。さて、どうだったでしょうか？すげえなんか、最後がすごすぎてびっくりしたわ。